まず噛み合わせですけども、左側でまっすぐ正面にいて、左側で強く噛みます。次に、右側で噛みます。もう一回左で強く噛んで、もう一回右側で。今はどうですか？左手から右にパッと来て、そこで落ち着くんですか？喉から落ち着く位置がない。あ、今でもないんですね。という状態、歯科医師ですよね。そういう患者さんいるでしょう。いますよね。どうするんですか、そういう人。私もそうやなと思って。どこで噛んでいいかわからない。それは両方で噛んだ時ですか？左側じゃなくて右側だけですか？すべて。それで歯科医師になったんですか？父親に遺伝で元から前まで噛めない。開口っていう状態でスペースが空いてて、で親知らずの抜歯をして矯正をしたらって言われてたんだけど、他の病院とかでも私の親知らずは抜きにくいみたいで、私自身も抜くのが怖くて抜いてなくて、でどんどんその開口がひどくなっていってしまって前まで噛めない。で奥でも6まだ近かったってな。両方ちょっと開口が今あるわけですよ。ちょっとじゃ見てください。近くでそこで見えますか？声かけてやらなければ私はすぐ進みますから、行った時にパッと言われた方が無駄があったり、おられます。3人おられます。どうです？意見ありますか？いや、もしこういう患者さんが来たら強制的に治します。みんなそうですね。強制的に治すわけですけども、本人がしかしですから強制的にはやりたくないという感じですよね。で、まっすぐ。で、今実際に噛めてる感じないんですよね。じゃあ手挙げて。今噛み合わせて、噛んでるところがちょっとなかなかどこで噛んでいいかわからないということですけども、それが噛めるようにすることができるんですよ。それは何かというと、まず姿勢からいきますか。姿勢はどの姿勢がいいかというと、立位が12345割、他に座位でもいいと言ってます。座位が12345割と言ってます。じゃあ座位でいきますから、せっかく座ってますからね。座位で、それは前後ろ前右の、5度の前ないですね。5、10度、11、2、3ですか。そのままですよ。そのままで、体をまっすぐ前よりは10度から15度の間、それで意外に傾けてください。そしてさらにもっとぐーっと傾けていきます。前にもっと傾けます。もっとまだですね。もっとで支えていいんですよ。膝はダメですね。ベッドの方でよっぽど力入れないで、よっぽど力入れないで座骨に体重をかけた状態でもっと傾けて、今の方向にまだまだその辺ちょっと行き過ぎる。もうちょっと倒して、そこです。そこが一番いい状態で、今感じどうですか？前にした方が来ているのか。で噛み合わせの状態は小休止ぐらいの当たってます。さっき当たってなかったのが当たってきたところ出てきました。今全体的に今当たってるところは何%ぐらいですか？まっすぐな自分で6、7割は6、7割でまっすぐして、この状態で噛んだ時にじゃあ何%ですか？ 30% ということですね。というのがあります。この立ちます。立った状態で、先ほど、方角がありましたね。その方角は前後ろ左右の前後ろ右の後ろ5、10、5、6、7、8、9、10、10度ですか。右からしっかり右の前後ろ前の10度。じゃあまっすぐの状態で右よりは10度前の方向、はい、体まっすぐして肩向けない、その状態でかます向いて、もっと足して、前に来てる。これで今何パーセントぐらいあります？さっきと同じぐらいまだですよ。それから私支えていいですから、手で支えていいですから、
もっとですよ、もっと倒します。また倒してぐっと押さえてもいいですから、もっと倒して、もっと倒して、そこで今何パーセントですか7割ぐらいは。7割、これじゃ今の状態でさらに今度倒してきます。さらに倒して、もっと倒して、どうなります？逆に戻っていくんですよね。一箇所だけというか、近づくと良くなっていて、ピークは一箇所あります。じゃあ、去ります。立った位置と去った状態で、今なったわけですけど、その上で、実際に今神圧が 30% とおっしゃってるんで、しっかり立った状態ですから、胸骨です。胸骨をその方向にすると良くなります。じゃあ、胸骨分かりますか？ちょっと前出て、こうなってます。こうなっていて、胸骨はこの頸骨まっすぐ降りた一番胴継ぎですにあるんですけど、それはどこかというと、こっちの足にすれば、これが胸骨です。で、胸骨の端は第三子のずっとまっすぐ行ったところに端があります。外側の端がもっと下がります。で、それはちょうど手がここに入るんですよ。すごいですね。こうすると手がこう入ります。こう触ってください。親指でこう当たりますよね。これが当たったのが今これです。で、この内側はくるぶしの下です。で、今度はくるぶしをこう触ると、親指でくるぶし触るでしょ。今こう触って、今こう触ってるわけですよ。こう同じように同じところ触ります。両方で同じところ触って、そこ持って、ここでしっかりグッと握って、その手で今右前10度に傾けたでしょ。そこを手で右前10度にグッと持ってきます。手で。そしてさらに体ごとグッと持ってきます。で、倒れの寸前まで持っていって OK。 はい、いいですよ。で、座ります。どうなりました？ちょっと前に来てる感じちょっとがします。まだ動いてますよ。今1割ぐらいですから、まだ動きます。前向いてこう変化するのを自分で感じてください。まだ動いてますよ。もうちょい止まります。止まりましたね。噛みやすい。今何割ぐらい？8割。実際にやると傾けただけでは7割だけど、実際にやると8割まで上がるんですよね。というのがまずあります。じゃあその8割の先どうするかを次やりたいですよね。で、8割をいった時、その先にあるのはこれがそっちにつながってるんだ。脈管障害系をいくと脳梗塞系の問題がつながってます。彼女に今起こっていることですけども、まっすぐですよ、これは。で、左を引っ張ると体まっすぐですよ。肩の関節を見てます。動かないです。右の肩は知ってました？知ってました？知らない。知らないでしょ。それ以外にいろんなことが起きます。皆さん本を読みました？この中に検査法が書いてます。ずっと私が見つけた検査法です。これは脳梗塞、心筋梗塞になると起こります。これは大きな問題です。左側と右側において、先ほど右側が噛みづらいとおっしゃった。今左側でしっかり噛んで、右側で強く噛んで、右側は左に比べて今どうですか？噛みにくいけど、でも最初の時よりは違いますよね。それに関して今回復してますよね。で、今度は肩は、左側のこの感じと右側のこの感じ、違いありますか？右の方が痛いですね。これは右側ですね。首は左側でした。髪型は右側でした。それから顔を少しして、で、頭の頭皮です。頭皮はこういうふうに親指も後ろにして、両方はこの位置ですけど、これで、左側チェックです。この位置で親指を押さないで四肢だけ動かします。動きます。左も動きます。右側が全く動かない。手が滑るだけです。左は手が滑らないで皮膚が動きます。右は皮膚が動かないで手が滑ってます。全く、右側は動かない。分かりますよね。
そして左側は30度です。上げないでこの位置ですね。力を楽にしてこの位置で引っ張ります。これが股関節ですよ。でこちらわかります、わかりますよね。で右手で頭右側下がります。水がね止まるんです。これは脳梗塞期だって言ってます。今右側で変化したから右側の脈管障害があるっていうことを教えてくれてます。いいわけでどんな状態、今その状態ですね。8割っておっしゃった。なんか最初の時よりも噛む位置がそんなにずれない。今噛んでみて不安があんまりない。その状態が脳梗塞を起こすとやっぱりくじます。他にもいろんな症状が起こるんですけど、ほっといた方がいいでしょうか。それをやってあげた方がいいですよね。ですでにだからいろんな症状が出てるわけです。それは噛めないということ、そして頭皮が薄いということ、それからいろいろ股関節も抜ける、腕も抜けるということでもう教えてくれてるんです。で、それが、脈管障害、脳梗塞のそれを取ると噛み合わせは今8割が 9割まで上がるって。そして、ほっとくと噛み合わせ自体全体が良くなることではないんだって。まずとりあえず、脈管障害、それを取りましょう。それは第1、第2中足骨の筋遠部です。遠部の内側です。内側を IN の10A です。じゃあ村瀬先生、左の、第2子中足骨 IN10A ですに、タッチアウトトライですね。でまっすぐじゃない、この状態でもう一回噛み合わせチェック。さっき 90% で出ましたから、今の80からさらに変化し自分で自覚できるかどうか。わかります？全然違う。歯は、ものすごく優秀なセンサーです。ちょっとでも分かります。で、腕見てくださいね。止まります。で頭ですよ。分かります？全然違う。動いてます。動くんですよ。手離します。途端に、これは動かないです。そして噛み合わせはダメ。分かりますね。瞬間です。第2子の、中足骨の A 部というと、これを曲げてこう曲げると分かりますから、いいですよ。こう曲げてこれ上側ですねの、ここが関節で中足骨の A 部です。それの内側です。ここです。今ここ触ってください。ここを IN の10度前です。この方向にこれだけです。で前向いて、でチェックです。わかります？どういう感じですか？今までやったら臼歯しか出ないので大臼歯って部分しか当たってないんですけど、小臼歯のところの方が強く当たってる感じが。今状態ですね。もう少し前で、で手を押してびくともしないですよね。わかります？っていう、はい、じゃあ触ります。わかります？痛くないですよね。